ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今回は、久しぶりに腕時計の動画を作っていこうと思います。僕が20歳の時に購入をして、それから5年半ずっとメインで使い続けてきた超お気に入りの腕時計があります。それがブライトリングのナビタイマー。この時計は僕がチャンネル登録者数10万人記念の時に購入をした腕時計で、すごく思い入れがあります。で、今でもこの時計ばっかり使っています。他の時計もたくさんこれまで買ってきたんですけれども、結局はこのナビタイマーにね、戻ってしまう。なんかこのナビタイマーつけてないと物足りなく感じてしまう。なんかそれほど、僕にとって魅力のある腕時計なんですよね。なので今日はこのナビタイマーの魅力を余すことなく語っていきながら、実際に5年間使ってみてね、ここは気になるかなみたいな点とかもあるので、そこら辺も含めてレビューをしていければと思います。このチャンネルはシーサが語りたいことを語るサブチャンネルということで、文房具に限らずいろんなものを紹介していこうと考えています。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ブライトリングは1884年にスイスで創業した腕時計メーカーです。こういう高級腕時計っていうのは電池式ではなく機械式の腕時計というのが非常に多くて、機械式腕時計って何かというと、電池を使わずに歯車とかゼンマイだけを使って時を刻む究極にアナログな腕時計なんですよね。機械式腕時計ってただでさえ複雑なんですけれども、そこからクロノグラフ、いわゆるストップウォッチ機能ですね。それを搭載させようということで、プッシュ式のクロノグラフ機能というのをいち早く業界で取り入れたのがこのブライトリングというブランドです。でこのナビタイマーの初代のモデルは1952年に発表されました。このナビタイマーはパイロットウォッチと言われていまして、パイロットのために作られた時計なんですよね。当時のパイロットがフライト中に飛行時間とか燃料消費量、それから対地速度を計算するために生まれた、いわば手首の上の計算機みたいな腕時計です。計算できるってどういうことかと言いますと、これがすごくて、この腕時計にはベゼルをこのようにね回すことができまして、こうすることで回転計算尺っていうのをね回すことができます。でここにものすごくたくさんの数字が書かれていると思うんですが、これを回すことで掛け算や割り算が瞬時にできるというのがこの時計のものすごく大きな特徴です。もしも飛行機を操縦している時にコックピットの計器がもし壊れてしまったとなった場合、計算できなくなっちゃいますよね。もしそうなってしまった場合に、この手元にある計算機を使って回して、この燃料だったらあと何キロ飛ぶことができる、だから次のあそこの滑走路に着陸しようみたいな感じで使うことができるんですよね。そんなこともあってナビタイマーはパイロットウォッチの代名詞のような存在になりました。で僕が購入したこのナビタイマーは、2020年にリリースされたナビタイマー B01 クロノグラフ43ジャパンエディションでございます。これは日本市場のためだけに作られたアンスラサイトというカラーの文字盤を採用した限定色となっています。もう今では販売されてないモデルなので、ちょっとこれを買おうと思ったら多分中古とかになっちゃうんじゃないかなと思います。ナビタイマーといえば白と黒のねパンダのような配色のモデルが定番のカラーなんですが、こちらの自分が買ったアンスラサイトは全部ねダークなグレーで統一されていて、すごくクールでかっこいい文字盤となっています。でこの時計の直径が 43mm で厚みは約 14mm で、防水性能は3気圧防水となっています。で時計の心臓部でもあるこのムーブメントは、ブライトリングが自社開発したキャリバー B01 というものが入っています。こんな感じで裏蓋から中の機械を覗くことができます。でこちらは自動巻きの腕時計となっていまして、この中に入っているローターと呼ばれる重りがこんな感じで回転することで勝手にゼンマイを巻き上げてくれるので、腕につけてるだけでエネルギーがチャージされていくっていう感じなんですよね。一回フルで巻き上げたら70時間ねずっと動き続けてくれます。さらにこの時計はクロノメーターも取得していまして、時間がね、機械式の中では狂いにくいという風になっています。で自分が購入した当時の価格が114万4000円でした。20歳の時の僕にとってはもうめちゃくちゃ高い時計で、もう本当にこんな高い時計買ってもいいのかなって散々悩んだんですけれども、本当にね清水の舞台から飛び降りるような気持ちで当時購入しました。
高級時計って本当にたくさんのブランド、たくさんの種類があるんですが、僕はどうしてこのブライトリングのナビタイマーを選んだのかというのをお話ししていこうと思います。選んだ理由、まず一つ目がですね、デザインがとにかくかっこいいというところです。めちゃくちゃかっこよくないですかね。たくさんの、数字がこの文字盤の中に書かれていて、ものすごくカオスな、文字盤になっているかなと思うんですけれども、でもなんか自然とごちゃごちゃして見えないというんですかね。情報量はすごいんだけど、でもそのごちゃごちゃしては見えないというね、この絶妙なデザインがものすごくかっこいいなと思ったんですよね。さらにクロノグラフの機能が搭載されているってことで、小さいダイヤルも文字盤の中にあって、そういうところが本当に飛行機のコックピットの中のケーキみたいな、そんなかっこよさがめちゃくちゃ痺れるんですよね。このナビタイマーを見た瞬間に、これはもう完全に自分好みのデザインだっていう風に思って、そっから気になりだしちゃいましたね。あとはパイロットがルーツになってるプロダクトっていうところが、すごくね、ロマンがあるなっていう風に思うんですよね。僕はリモアのパイロットっていうキャリーケースもすごく愛用していて、それももともとはパイロットがコックピットの中で分厚い書類を取り出せるようにするために開発されたパイロットのためのプロダクトなんですよね。コックピットっていう狭い空間の中でいかにパフォーマンスを発揮できるかということを考えたプロダクトっていうところが、やっぱり僕はすごい惹かれるところがあるなと思って、このナビタイマーもね、すごくそれを感じたんですよね。で、このアンスラサイトっていうカラーにしたのは本当にたまたまですね。チャンネル登録者数が10万人突破したのが2020年の10月10日だったんですけれども、で、そこでやっぱりね、もともと気になっていたナビタイマーをね、ちょっと買いたいなと思って、ちょっとブライトリングの公式サイトをチェックしていたら、その2020年の限定色として、このアンスラサイトっていうカラーが登場していて、待てよと、これはあまりにもかっこよすぎないかと。僕自身いつもね、黒い服とか黒いリュックとか、結構身の回りのものは黒で揃いがちなんですけれども、そんな自分のファッションとものすごくね、この時計はマッチするんですよね。そんなこんなで、5年半ですね、使って今2026年になって、自分も26歳になったんですけれども、実際にこの時計をずっとつけてきて、良かった点を、紹介していこうと思います。まず良かった点一つ目は、とにかく文字盤がロマンの塊というところです。このアンスラサイトカラーが本当に美しくて、で文字盤の立体感も本当にすごくて、5分刻みのインデックスとか、あとインダイヤルのところもね、しっかりと立体感があるので、そういうところが本当に見ていて見応えがあるので、ついついね、今何時かなと思って見たら、なんだこのかっこいい時計はと、今でも感動してしまうぐらい、本当にそれぐらい魅力的な文字盤なんですよね。で、ちょっと気に入ってるところが、このね、ブライトリングのロゴなんですよね。最近のナビタイマーって結構シンプルなロゴになっちゃったんですよね。自分が買ったこのモデルは変更される前のロゴで、かなり複雑な翼を生やしたロゴで、それがこの文字盤にすごく合ってるんですよね。最近のナビタイマーはかなりシンプルになりました。ロゴもシンプルになりましたし、タキメーターの数字の部分もなくなってしまって、かなりスッキリとしちゃったんですよね。でも僕はね、このナビタイマーの魅力っていうのは、このごちゃごちゃとしたぎっちりと詰まったこの数字の羅列とウィングロゴのこの組み合わせだと思うんですよね。なのでちょっと今のナビタイマーのデザインっていうのは、個人的にはね、ちょっとあんまり好きになれないんですよね。なので自分自身ね、本当にいいタイミングでこのナビタイマー購入できたんじゃないかなというところが、すごく気に入っております。で、良かった点2つ目なんですけれども、このブレスレットの付け心地ですね。このナビタイマーの金属ベルトってよく見るとすごく特徴的なデザインなんですよね。この7連のブレスレットがすごくね、腕にフィットするんですよね。なんていうのかな、自分の腕の形状にこの一コマ一コマしっかりと沿うようになってくれているので、このつけた時にすごくつるっとした感じが、すごくいいんですよね。結構ね、価格が安いこういう金属製のベルトを使った腕時計って、なんか金属特有のこの硬い感じ、冷たい感じっていうのが、することがね、結構多いんですけれども、このナビタイマーに関してはもう本当に金属とは思えないようなこのしなやかさを感じるんですよね。やっぱりこういういい時計っていうのは、ただね、質感がすごくいいっていうだけじゃなくて、装着感とかもすごくね、考えられていますね。それから良かった点3つ目が、徹底的にこだわったものに触れることで、レビューをする上で新たな着眼点が増えたというところです。やっぱりこういう高級時計ってたったね、これだけのもの
のすごく小さな世界に、ものすごくたくさんの技術と高い精度と最高峰の仕上げを施している。やっぱこの表面の質感とかも本当にすごいですし、やっぱそこまで徹底的にこだわったものってなかなか触れる機会がないと思うんですよね。でもそういうものをね、常に触れることで、やっぱりレビューする時の深みがより一層、この時計のおかげで増したんじゃないかなっていうふうに思います。良かった点4つ目なんですけれども、長く使ってるとこのブレスレットに傷がついてマットな質感になっていくんですよね。で、それが楽しいし、ものすごく自分に馴染んでいく感覚っていうのが、すごい気に入っております。もともとこのナビタイマーを買った時ってすごくツルッツルだったんですよね。今でも光沢感はすごいんですけれども、でも最初買った時は傷一つなく、もう本当に鏡のようにツルッツルに反射をするベルトだったので、本当に自分の髪型をね、この時計でチェックできるぐらい、やっぱ存在感がすごかったんですよね。でも存在感が強すぎると、こうやって腕につけてる時になんかちょっと浮いちゃうような感じっていうんですかね。そういうのがやっぱり最初の方はあって、ちょっと半袖でこの時計をつけるのは抵抗があったんですよね。でも5年間使い続けると、やっぱりそれなりに傷がついてきましたし、最初ほどやっぱり存在感っていうのがなくなってきたのかなっていうふうに思うので、今だったら半袖でもね、なんか全然気使わずつけることができますし、なんかそういうところはすごく、気に入っていますね。ただそれだけじゃなくて、なんか自分自身、こうやって20歳から26歳になって、よりね、この時計に負けないようになってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱ買った当初って僕腕がね、すごい細くて、体重もめっちゃ軽かったので、やっぱなんかすごい細腕なのに、この時計がね、ちょっと大きめな43ミリなので、やっぱり時計がね、結構でかいなっていう感じでもあったんですよね。でも腕もね、最近昔よりはちょっと太くなって、なんかそういうところで、なんか自分の成長を感じられるっていうところも、この時計をつけててね、すごい楽しいなって思うところですね。すごく気に入ってるところはある一方、自分的に気になった点をね、紹介していこうと思います。まず気になった点一つ目が、重たいです。ずっとこれつけてると、さすがに腕がね、疲れちゃうんですよね。この時計自身、分厚さも結構あるんですよね。で、さらにこれベルトがね、全部ステンレスの金属なので、ブレスレットの付け心地自体はすごくいいんですけれども、それでもやっぱり重さはね、常に感じます。一日中ずっとつけてるとね、なんかちょっと腕が疲れる感じがあって、たまにこんな感じで外しては、右腕につけてみたいな感じで、ちょっと疲労を分散するようなね、使い方をしたりすることも実は結構多いんですよね。やっぱもっとね、薄いドレスウォッチとかで革ベルトとかにすると、つけてるね、感覚が、全くないっていうぐらいだと思うんですけれども、こういうクロノグラフの時計はそこがあるのでね、ちょっと注意が必要かなというふうに思います。で、昔にね、黒コーダイルの革のベルトを購入したことがあって、一時期ね、それをつけて使ってたことがあったんですよね。やっぱ革のベルトにするだけでかなり軽くなるので、そっちの方が疲れにくくなるかなと思うんですけれども、なんていうのかな、自分の場合は革ベルトはあんまり合わなかったんですよね。やっぱね、この重さがね、僕は欲しいんですよね。なんていうのかな、なんか革だとやっぱつけててもなんか軽いから物足りないなっていう風に感じちゃいました。この重さがロマンでもあり不便さでもあるっていう、そこだけはね、ちょっと注意をした方がいいかなと思っております。で、気になった点は2つ目なんですけれども、やっぱりつけないと時間が止まるので、時間合わせるのが面倒っていうところです。で、毎日ね、もう日中はずっとつけてるっていう感じだったら、時間が止まるってことは、まずないと思うんですけれども、日中ね、パソコン作業とかずっとしてたら、エネルギーが全然チャージされないので、意外とね、夜寝て朝起きたら時計が止まってたみたいなことも結構あって、で、時間をね、直すのが結構めんどくさいんですよね。それはもう機械式腕時計全般の話なので、そういうのが本当に嫌だっていう人は Apple Watch とか電池式の時計を買っていくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、気になった点3つ目は、防水性があんまり高くないので、ちょっと水が怖いっていうところです。一応3気圧防水という風になってるので、日常生活だったら、雨に濡れるぐらいだったら全然大丈夫なんですけれども、これつけてシャワーとかプールは泳げないですね。時計の中でも防水性は低い方なので、ちょっと気を使うかなっていうところはありますね。で、気になった点4つ目が、時期に気を使うっていうところですね。こういう機械式腕時計っていうのは時期にめちゃくちゃ
ちゃ弱いんですよね。なのでスマホのスピーカーの横とかにね、置いておくと、すぐ直帯をしてしまって、この時間が狂いやすくなってしまいます。やっぱり使っていく上では直帯しないように、スマホとかパソコンから5センチ以上がね、離して使ってあげた方がいいと思っていまして、そこは自分自身パソコンをたくさん使うっていうこともあって、結構気を使うところですかね。で、最後気になった点5つ目なんですけれども、オーバーホールが必要ということで、お金と時間がかかるということですね。オーバーホールっていうのは機械式腕時計では絶対必要なんですけれども、簡単に言うと時計の中身を全部ばらして、で、油を差し直したり、あと消耗した部品を交換したりする、メンテナンスで、これをやらないと時計自身には結構負荷がかかってしまうということで、5年から10年に1回ぐらいはオーバーホールをしてくださいね、みたいな推奨がされています。で、僕もこれ買ってから5年経ったので、もうそろそろね、オーバーホールをしないとなと思っています。オーバーホールを出すとね、1、2ヶ月ぐらいは帰ってこないので、その帰ってくるまでの間、自分の腕がすごく寂しくなってしまうっていうところも、ちょっと怖いなっていうところと、あとオーバーホール1回出すと、ナビタイマーの場合は8万8000円もかかるんですよね。仮にこれを5年に1回やるとしたら、維持費だけで年間で1万7600円もしてしまいます。で、今後物価とか人件費上がっていくと、もっと高くなっていくのかなって考えると怖いですよね。はい。そんな感じで、5年間僕がこのブライトリングのナビタイマーを使ってきての、レビューをしてきました。いろいろ気になった点とか注意点とかもお話ししたんですけれども、そういうことも全部ひっくるめて、僕はね、すごく気に入ってる時計ですし、まだまだね、これからもずっとこの時計と一緒に人生を歩んでいきたいなと思っております。で、僕自身ブライトリングのナビタイマーを購入した、1年後とか2年後ぐらいに、ショパールのアルパインイーグルっていう、ラグジュアリースポーツウォッチを購入して、それも持っているんですけれども、なんか自分的には、ナビタイマーに戻ってしまって、もうナビタイマーばっかりつけちゃうんですよね。なんかあんまり僕はこの日はこの時計、この日はこの時計っていうよりかは、なんか一個の気に入ったものをずっと長く使っていくみたいな感じなんですよね。それはシャーペンで言うと野原工芸の欅のシャーペンをもう学生時代はね、もうこれと出会ってしまったらもうずっとこの、ペンばっかり使ってきたみたいな思い出もあるので、なんか本当に腕時計版の野原工芸欅がこのブライトリングのナビタイマーなんじゃないかなっていうふうに考えております。本当にこの時計は出会えてよかったし、やっぱりね、これから先もっとね、高い時計とかもう気にはなるんですけれども、でも結局買ってもこのナビタイマーに戻っちゃうんだろうなとか考えちゃうぐらい、やっぱもうこのナビタイマーがね、本当に僕にとって合いすぎてるんですよね。なのでもうこの時計で本当に満足しちゃってるっていうぐらいすごくいい時計ですし、なんかもっともっとね、このナビタイマー人気になってもいいんじゃないかなと思います。この動画を見てくださってる方でナビタイマーのオーナーさんがどれぐらいいるかわからないんですけれども、なんかナビタイマーの魅力とかコメントで書き込んでいってもらえたら嬉しいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。